どうも、インド・アッサム州ナガオンを出発するところです。雨が降ったようですね。5月下旬のアッサムは雨季の始まりという時期です。水たまりがすごいです。インド全体で見ても排水計画まで踏まえてデザインされた開発都市はまだまだ少ないんじゃないかと思います。ゴミも多いので排水溝があってもすぐ詰まっちゃうかもしれませんね。朝食はマサラチャイとゴジャという小麦の甘いお菓子ですね。本当は普通の朝食が良かったんですが、他にお店が見つかりませんでした。ゴジャがどういう味かというと、シロップたっぷりのスパイスの効いたサーターアンダギー、そんな感じだった気がします。朝食として食べるには僕にはちょっと甘すぎました。はい、今回はグワハティというアッサム州の最大都市に向かうのですが、ちょっと道を急ぐことにして幹線道路を突っ切ります。今どの辺にいるかちょっと地図を見てみましょうかね。インド北東部、緑色にカラーリングしているのがアッサム州です。アッサム州を横断する大河ブラマプトラ川沿いにグワハティはあります。大きな川ですね。今回はこのような大きな道をずっと走っていきます。なのでいつも以上にちょっと変わり映えのない絵になってしまいそうなので、雑談というかちょっと自由に話しながら動画を進めたいと思います。そもそも YouTube にこのようにアップすることを想定せず動画を撮っていたので、今思うとやはりもっと食事だったり宿や街の様子を撮っておくべきだったなと思います。ただやっぱりこういう移動中の映像を見ると、その街がどういう気候でどういう作物が育てられてて、人々がどういう文化の中で生活しているのかが見えるので、やはり重要な資料だなと思います。日本にはない文化が見れるのはもちろんなんですが、日本から消えてしまった文化も見るチャンスがあると言えるのかもしれませんね。ああいうレンガ窯なんかも我々の世代は知りませんが、昔は日本にもあったんだと思います。この日ナガオンからグワハティまで結構距離はあるんですが、1日で行ってしまおうと決めたのは、実はもうこの時僕すでに平地に飽きてるんですよね。グワハティでパブロとは別れて、僕はメガラヤ州に向かいます。早く山岳地帯に向かいたいなと。正直ルート的に見えない部分が多かったので、一時期はルートから外そうかとも考えていたんですが、やはり非常に面白いところなので不確定な部分はありつつも向かうことにしました。メガラヤ州のメガラヤという言葉は雲の住みかという意味で、つまり雲が多く雨が多い地域です。雲も雨も大好きな僕としてはやっぱり外せないとこですね。気候だけじゃなくてそこに根付いた文化も非常に面白いので楽しみにしていてください。前回も少し話しましたが、インドは州が変わると国が変わると言っていいくらい文化が変わります。ナガランドと同じでメガラヤも山岳地帯で独特の文化が
引き継がれてるんですが、このアッサムの多様性を見ると、やはり地形って文化的に非常に重要な要素だなと思います。インド亜大陸は広く、各地でいろんな王国がこれまで栄枯盛衰の道をたどってきてるんですが、やっぱりこの平地であり、このアッサム見てると非常に肥沃ですよね。やはり山岳地帯など厳しい土地よりも、こういうところに例えば侵略されて逃れてきた人々は定着しやすいんじゃないでしょうか。つまり多様性が生まれやすいっていうことですよね。アッサムにはもともとアーホーム王国っていう王朝が、1200年代から600年近くあったのかな。インドのほとんどを手に入れたムガル帝国の侵攻も許してないので、相当戦いも強かったんじゃないかと思います。そのアーホーム族はシャム系といってタイ系の民族なんですが、少数で移住してきて統治を始めたらしいので、先住民との同化政策を取ったみたいです。つまり現地のさまざまな民族と積極的に婚姻関係を結んだり、現地の言葉を採用したり、宗教もヒンドゥー教への改宗を行ったりと、そういう王朝が長く続いたので、もともと多民族との交流に寛容なのかもしれないですね。アーホーム王国は最後まで西側からのムガル帝国による占領は許しませんでしたが、その後東側からビルマのコンバウン朝に滅ぼされます。そしてさらにその数十年後には英メン戦争を経てイギリス統治へと移っていくんですね。つまりアッサム州はイギリス統治が始まるときはミャンマー側だったんですね。意外と知られてないんじゃないでしょうか。そしてイギリス統治が始まると同時に、このアッサムで新しいお茶の品種が発見されて、ここからアッサムティーがライジングしていくわけですね。それまで中国産の茶葉に頼っていたイギリスは、インド全土から労働者を集めてアッサムティーの大量生産を行っていきます。その時にも大量に他州の人が入ってきたんですね。アッサム州の多様性を僕なりに分析するとこんな感じでしょうかね。僕が歴史が好きな理由は、こういう推察とか想像もできる楽しみがあるからなんですよね。でそれを調べていくと、やっぱりそうかという事実がちょっと後からつながってくるというかね。なので今の世界の政治とか紛争なんかも結局ずっと古くからの歴史的つながりがあるので、歴史の勉強をすると理解が深まったりしますね。ただよく言われるように、歴史は常に勝者によって書き残されてきたというその事実を踏まえると、推察の視点を持つことはやはり重要だと感じます。グアハティに到着したようです。やはり賑やかですね。この頃本当に毎日パンク修理してたので、宿にチェックインする前にグアハティの自転車屋さんを回ってタイヤを探してたんですが、結局見つからず、こんな時間になっちゃいました。メガラヤ州前に手に入れておきたかったんですけどね。パブロと最後の夜だったので、一緒にご飯でもとは思ってたんですが、宿に着いたら連絡取れなくなっちゃって、結局再会できませんでしたね。翌日も連絡が取れず、一人でチェックアウトして出て行ったようでした。そんなもんです、旅人同士って。多少の寂しさはあったものの、僕はドミノピザを見つけてテンション上がって夕食を楽しみました。翌日は
移動はせずにグアハティでゆっくりすることにしました。朝食はプーリーです。この円形に伸ばしている生地のことですね。チャパティとの違いは、チャパティは鉄板で焼くタイプのもので、プーリーは油で揚げます。じゃがいもやひよこ豆のカレーと出されることが多い気がしますね。はい、グアハティなんですが、グアハティという町の名前はサンスクリット語でグアが林道の実、ハーティが市場という意味です。つまり林道市場でにぎわった町なんですね、古くから。林道というとミャンマーでよく見た赤い唾の嗜好品です。林道の実と小石灰を金馬の葉で包んで噛む、いわゆる紙タバコですね。パーンと呼ぶんですが、噛み続けると軽い興奮や酩酊感があると言います。雨で流れてしまっているだけかもしれませんが、それほどたくさん赤い唾が落ちているという感じではなかったですね。発がん性が認められているので利用者は減ってはいるそうですが、僕も勧められたのでまだ結構利用者はいるんだと思います。街は昼も夜もこういう雑多な路上マーケットが並んでましたね。立派な複合施設もあったので行ってみたのですが、ほとんど空きテナントでした。フードコート目当てで行ったものの、行ってみると奥にポツンとケンタッキーフライドチキンがあるだけでした。やはりね、いくらインドのカレー美味しいと言っても毎日カレー味だけだと飽きちゃうんでね、こういうケンタッキーやドミノピザがあるのは非常に嬉しいです。マーケットを除くとやはり香辛料は豊富ですね。今回はここまでです。またお楽しみに。